皆さんこんばんは。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。ねえのぞみ、最近やらかしたこととかある？やらかしたこといきなりだね。いや、実は私、先週ちょっとやってしまって。なになに？会社でさ、部長がカラオケ歌い終わって「どうだった？」聞いてきたんだよね。うんうん。で、周りはみんな「さすがですね、素晴らしかったです」って言うじゃん。ゆうゆう、そこはとりあえず褒める場面だよね。でも私ちょっとぼーっとしてて、なんか普通に「難しそうでしたね」って言っちゃったんだよ。ちょっとした沈黙があって、部長の顔がそれは空気やばいやつ。そう難しい曲なんだよね、だから練習してるんだよって言ってくれたけど、絶対傷ついてたよね。それはちょっと本音が出ちゃったやつ。まさに。というわけで今日のテーマは本音と建前です。いい導入。まず基本から、本音と建前知ってる人も多いと思うけど、改めて説明しよ本音は自分が本当に思っていること。心の中の正直な気持ち。建前は外に出す言葉や態度。相手や場に合わせた公式の気持ちみたいなもの。う。シンプルに言うと、思ってることということが違うってこと。日本語では本音と建前を使い分けるって言い方をよくするよね。これ、建前って英語の辞書にも載ってるんだ。そうなの？それくらい日本特有の概念として認識されてる。なるほど。外の人から見ても日本人の行動原理の一つって感じなんだね。そう。で、日本以外の文化にも似た概念はあるんだけど、日本の場合は特にはっきりと本音モードと建前モードが分かれてる感じがある。スイッチを切り替えるみたいな感じ？そう。相手が誰か、場所がどこかによってスイッチが変わる。上司の前と仲のいい友達の前では全然違う顔を見せることもある。それが日本語コミュニケーションの大きな特徴の一つ。じゃあ、日常でよく出てくる建前フレーズを見ていこう。いっぱいあるよね。まず、また今度ね。これ、学習者が引っかかりやすい。また今度誘ってほしいって意味じゃないんだよね。今は断るけど、関係は壊したくないから柔らかく断るフレーズ。また今度はほとんどの場合、次の約束はない。次は、検討します。これもビジネスでよく出てくる。考えておきます。検討しますは、大体の場合は断りますに近い。前向きに検討しますも実は同じ。いい返事はできないけど、できないとも言えない時に使う。外の方がこれを聞いて、じゃあ可能性があるなって思っちゃうと、後でがっかりするパターン。あとは、大丈夫です。これも多義的すぎる言葉。大丈夫は OK の意味でも NO の意味でも使える。何かお手伝いしましょうか？大丈夫ですはノーの意味。でも、これ食べられる？大丈夫ですはイエスの意味。文脈で読まないといけない。建前フレーズって全部共通してる点があって、相手との関係を傷つけずに自分の意思を伝えるためのツールなんだよね。なるほど。衝突を避けるための言葉の技術というか。ここで一番重要な話をしたい。建前って嘘なのという疑問。これ外から見たらそう思えるよね。思ってることと違うことを言ってるんだから嘘じゃないかって。でも、日本人の感覚では建前は嘘じゃない。どう違うんだろうね。嘘って相手を騙すために事実と違うことを言うこと。でも建前は場の空気を守るために相手への思いやりとして言うこと。動機が違うということか。そう。傷つけたくない。関係を壊したくない。場を乱したくない。そういう配慮から出てくる言葉が建前。確かに、部長のカラオケに音程ずれてますって言ったら、それは正直だけど何のための正直かってなるよね。そう。場が死ぬだけで誰も得しない。日本ではその場の全員が気持ちよくいられることを優先する価値観が強いよね。和を乱さないっていう言葉があって、集団の調和を大切にする文化がある。自分の正直な意見より全体の空気を優先する。だから建前はある意味すごく高度な思いやりの技術でもある。相手の気持ちを先読みして傷つかないように言葉を選ぶ。これって結構難しいことで、子供の頃から少しずつ覚えていくんだよね。そんなこと言ったらかわいそうでしょ。ちゃんとお礼言いなさいって親に言われながら。
そうやって社会のルールを学んでいく。でもね、これって日本特有じゃないと思う。どこの文化にも多かれ少なかれある。程度の差とどの場面で使うかの違いはあるよね。日本は特に公の場での建前がはっきりしてる。仕事の場とか初対面とか目上の人の前とか。プライベートと公の場のギャップが大きい文化とも言えるかな。その分、本当に仲のいい人との会話ではすごく気楽に本音が出るよね。この人の前では建前いらないなって思える人を作ることが日本での人間関係の大事なポイントかもしれない。でもね、建前ってずっと使い続けると正直しんどいよね。わかる。毎回毎回本当のことは言えない状態が続くと疲れてくる。特に職場とかで言いたいことが言えない状態が長く続くとストレスが溜まっていく。そういう時どうやってる？私は信頼できる友達に全部話す。愚痴るタイプ。愚痴るというか、今日こんなことがあってこう思ったって話すとすっきりする。それ大事だよね。建前を使う場所と本音を出せる場所を分けることでバランスを保つっていう。私は割と日記に書く。誰にも読まれないから何でも書ける。いいね。あと人との距離の取り方も大事だと思う。全員に対して同じ深さで関わろうとしないみたいな。どういうこと？職場の人は職場の関係として付き合うみたいな割り切り。全員と本音で話そうとすると逆に疲れるから。ある程度の距離感を保つ方が楽なこともあるよね。そう。この人には建前でいい。この人には本音で話せるって無意識に分けてる気がする。日本人ってそのコントロールが上手な人が多い気がする。でも下手な人もいて全部抱え込んで限界になっちゃうこともある。それは気をつけないといけないよね。建前は道具として使うもので自分を苦しめるためにあるわけじゃないから。ここでは本音を言っていいって場所と人を意識的に作ること。それが処世術の一つだと思う。じゃあ日本人の本音はどこに出てくるのか。場所とシーンを見ていこう。まず定番は居酒屋。お酒が入ると人が変わるっていうね。お酒の席での話だからって暗黙の了解があって普段言えないことが言いやすくなる文化がある。飲み会で本音を言ってしまった。飲みの席で上司の愚痴を言ってしまったっていうのは日本のあるある。お酒の席の話は次の日に持ち越さないみたいな文化もあるよね。あの時こう言ってたじゃないですかっていうのはちょっとずるい感じがする。そうそう。飲み会での発言は公式じゃないみたいな扱い。次は愚痴。日本人って本人の前では言えないことを別の人に愚痴として話すことがある。それも本音の出し方の一つだよね。A さんの仕事の仕方ちょっと合わないなーって直接言えない代わりに B さんに A さんのことどう思うって話す。直接言うより摩擦が少ない。ただ愚痴が多すぎると聞いてる側も疲れるし陰口っぽくなっちゃうから程度の問題だけど。あとは SNS の匿名アカウント。本垢では言えないから裏垢に書くって人も多い。これも本音の出し口になってるよね。日本人ってフォロワーが多い人でも少人数だけに見せるリアルアカウントを別に持ってたりするよね。鍵垢、非公開アカウントね。そこで本音を書く。公の場と本音の場をオンラインでも分けてるわけだ。あとは家族や本当に仲のいい友達の前。ここが一番ガードが下がる。親友には全部話せる。家族の前では素でいられるっていうのは建前なしで本音でいられる関係。その関係が少なくても1個あるとだいぶ違うよね。全部建前だったら自分がどこにいるのかわからなくなりそう。だから本音が出せる場所と人を持つことって心の健康にもすごく大事。日本語学習してる人が日本で生活するならそういう関係を作ることが言語を学ぶのと同じくらい重要かもしれない。いいこと言った。では今日のまとめ。今日は本音と建前について話しました。本音は心の中の正直な気持ち。建前は場や相手に合わせた公式の表現。建前は嘘じゃなくて場の和を保ち相手を傷つけないための思いやりの義塾。また今度ね、検討します。大丈夫ですは建前フレーズの代表例。言葉通りに受け取ると誤解することがある。本命を隠し続けるのはしんどい。だから信頼できる人や場所を意識的に作ることが大切。日本では居酒屋、愚痴、匿名 SNS、
親しい人との会話が本音の出口になっている。日本語を学ぶ上で言葉の意味だけじゃなくて、その言葉がどんな文脈で使われるかを知ることが本当のコミュニケーションに近づく一歩だと思います。皆さんはどうですか？本音と建前、使い分けてますか？コメントで教えてください。あと、皆さんの文化にも似た概念はありますか？ぜひ聞かせてください。今日のレイトナイトジャパニーズチャット、ここまでです。また次回。また次回、おやすみなさい。おやすみなさい。